こんにちは、エメラルドクラブの菅原です。本日はやる気が出る方法についてお話をしたいと思います。世の中の 95% の人が誤解している本当にやる気が出る方法になっております。もちろん皆様それぞれ自分のやる気を出すということもありますけども、部下がいる方、組織を持っていらっしゃる方、マネージャーの方はぜひ聞いていただきたいです。部下をやる気を出すためにはって結構悩み事としては多いですよね。そういった方がこの方法を使っていただければ部下のやる気もアップ、そして自分のやる気もアップ、そして業績もアップにつながるんではないかと思っております。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。そして毎週エメラルド TV ではいろんな情報をですね配信しておりますので、チャンネル登録をしていただけたらまた嬉しいです。通知もオンにしてください。アップされましたら通知が皆様に行きますので、ぜひお願いいたします。では今回のやる気の出る方法についてですけども、小さな勝利の積み重ねをするということです。どうしてもですね、目標というと大きい目標を立てて今年はこうしようみたいな、もちろんですね今年の目標というのを立てるっていうのは大切なことなんですけども、それに向かうというとですね、莫大な大きい労力と気力が必要なわけですよね。それを達成するために大切なことというのは小さな勝利の積み重ねなんです。これですね、ただ私が思って言ってるだけではなくてですね、ハーバード大学の教授と心理学者が35年かけて分かった結果なんです。しかも7つの会社238人に対してですね、毎日1万2000時間のデータを集めて分かったということの実績になっております。テレサ・マーベルさんという先生がですね論文も書いておりますので、ぜひご興味のある方は見ていただきたいんですけども、大きい目標ではなくて日々ですね小さい目標をどんどん達成していくんです。そうしますと気づいた時には大きい目標を立てた人よりも小さい目標を立てていった方が成果が出てたという論文が出てるわけですよ。ですのでそれを皆様の会社、皆様の事業に置き換えてみますと、例えばですね、年間1200万の売り上げ上げるぞ、もちろんいいんです。それとプラスじゃあ月100万円の売り上げを上げよう、プラス今日1日いくらの売り上げを上げよう、売り上げを上げるね営業マンだった場合ですね。そして日々の管理をしていく、そして達成をしたかどうかということをジャッジしていく、そういうことがとても大切になってくるんです。私もですね、以前独立する前に某会社におりまして、100人ぐらいのスタッフがいたことがありました。その時にスタッフのモチベーションアップする、そして達成感を味わうためにねやってたことっていうのがパワーアップシートというのをやってたんですね。それぞれチームを作りまして、そのチームリーダーがその部下一人一人に対してですねパワーアップシートというのを書くんですね。私の場合は1週間単位なんですけど、今週何をするかということを目標を立てるわけですね。どんなことでもいいんです。小さい目標でもいいんです。例えば接客業だったら毎日お客様1人以上にありがとうって言われようとかですね、人に笑顔を毎日朝一番に会社に来て掃除をしようとかですね、一番に会社に来て大きな声でおはようございますって挨拶をしようとか、そんな目標でもいいんです。毎週自分の目標を立てるんですね。それを毎週先週の目標に対してどうだかっていうのを翌週の月曜日の朝にリーダーが確認して、それに対して達成したら拍手、達成しなかったらじゃあ今週は頑張ろうねっていうことを声かけてあげるっていうパワーアップシートというのをやったんですよ。どんなことでもいいので小さい目標をどんどん積み重ねていくとですね、自分の成長を感じることができ、自分の達成感も味わうことができるんですよ。そして毎日のその繰り返し、結果は大きい成果を出すという論文が出てるんですね。ぜひ興味がある方はやっていただきたいと思います。そしてですね、先月に比べてこうなった、先週に比べてこうなったっていうことを進捗管理するということも大切です。ですので、部下がいない方、一人でやってる方もそうなんですけども、今週の目標ということをちゃんと紙に書き出して、翌週の月曜日にどうだったかということをチェックしていく。この積み重ねがとっても大切ですのでやってください。そうすることになってやる気をアップしていきます。ちょっとですね、事例をお話したいと思うんですけども、コーヒー屋さんがですね、コーヒーのスタンプチケットカードあるじゃないですか。10個スタンプ、10杯飲んだら1杯サービスしますよっていうチケットを作りました。ゼロから普通ね、全くハンコをしてないスタンプカードをお渡ししますよね。そして10杯飲んでいただいたら1杯サービスですからってスタンプを集めていくというパターンあると思います。これですね、10杯買ったら無料っていうカードと12個マスをつけて2個もうすでにスタンプを押しておく。もちろん10杯飲んだら無料っていうのは一緒なんですけども、12個スタンプがあるところに2個押してある方がですね、この2つのスタンプカード、そっちの方がコーヒーを達成した人っていうのが多かったらしいんですよ。そういうデータがあるんですよ。
もう一回言いますね。コーヒーを10杯飲んだら無料っていうスタンプカードを渡した人、10枚空欄の紙を渡した人、12個マスがあってすでに渡す時に2個ハンコが押してある。そして12杯ハンコが集まったら1杯無料って言った人、どっちも10杯飲むに変わらないんですけど、12杯のマスがあって2個押してるスタンプカードを持ってる人の方が10個を達成した人が多かったっていうデータがあるんですよ。面白いですよね。というのはもうすでに2個スタートしてるので進捗感を感じられる、ちょっとした小さな達成感を味わってるからということなんです。こういうことをですね、一つの、ビジネスでも転換してやるっていうのはとても面白いことではないかなと思っております。ぜひこの小さな勝利の積み重ねということをやってみてください。私のですね、リーダーに対しておすすめの本2つ今日ご紹介したいと思います。1つはマネージャーの最も大切な仕事、この今日私がお話ししたことの内容についてもうちょっと詳しく書いております。2つ目ですね、上司のすごい仕掛けという、これちょっと古い方なんですけども、私もすごく活用させていただいてます。この本ぜひですね、マネージャーとしてマネージメント、そして自分のやる気モチベーションアップしたい方、やってみてください。やる気が出る方法についてです。ありがとうございました。ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。本日もありがとうございました。またね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問ご感想等いただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。